怖い話じゃないんだけどな。ネットやってるといろんなやついるよな。嵐とか、冷やかしとか、ネットでお悩み相談してるやつとか。そんな俺は、いわゆる引きこもりってやつだ。何度か自殺も考えたよ。自殺支援サイトって知ってるよな？一回行ったことあるんだよ。そこでさ、ハンドルネーム、ピロリンってやつが仲間を集めてたわけね。俺も死のうと思って参加したわけよ。で、まあやっぱり、いかにも過去に辛い思い出がありましたって面のやつが集まったわけさ。下は15歳ぐらいのガキから、上は60超えるジジイまでな。でも、主催者のピロリンだけが来なかったわけよ。野郎土壇場でビビりやがったな。って思ってよ。しょうがないから、主催者抜きで自殺することになったんだ。で、そしたら、死ぬ前に遺書とか残したいじゃん。みんなで遺書書いてるわけよ。俺も遺書書こうと思ったけど、どうせなら電話で、昔俺のこと虐待してくれ去った親父に文句の一つでも言ってやろうと思って、親父の携帯に電話したわけさ。もしもし。もしもし丸和。今どこにいるの？お父さんが大変なの。電話に出たのお袋でよ。親父がぶっ倒れたらしいんだ。驚いて、自殺のことも忘れて飛んで帰ったよ。病院行ったらもう親父死んでてね。死因聞いたら殺人だとよ。胸にナイフ刺されてたそうな。まあ俺は親父嫌いだったから、死ぬ前に親父の死に目が見れて嬉しかったし、犯人に感謝したよ。でも結局、それ以来自殺する機会失っちまってな。そういえば、あの時一緒に自殺しようとしてた奴らな。地方のニュースでやってたけど、自殺成功したらしいよ。それが問題で、あの支援サイトも閉鎖になってな。とうとう俺も行き詰まりよ。なんかその気も失せちゃって、その後はなんとなくつまらん人生を送ってたわけ。ここまでが19の時の話。で、こっからが20歳の時の話。親父が死んでから、お袋変わっちまってな。すっかり生きる気力なくして、親父の後を追うようにお袋が自殺したよ。俺はっつーと、一人っ子で身寄りもなかったし、こんな家いたくないから、とっとと土地売り払って仙台に移り住んで、適当に仕事探してフリーターしてたもんよ。まあでも、俺って学歴も資格もしょぼかったんで、都心じゃ道路整備の仕事とかそんなんしかなくてな。だるい肉体労働生活してたのよ。そしたらそこで偶然にも、中学の時の後輩に会ってさ。そいつったらヤンキーやってて、今度遊ぼうぜって誘われたわけ。で、アーケードわかる？あそこって10時過ぎるとほとんど店も閉まって、人通りも少なくなるから、夜中にそこで待ち合わせしたわけ。まあ今度仙台行ってみそ。そしたらそいつ、陸っつうんだけど、路上で3人ぐらいのババアに囲まれて。まあ可愛い。うちの娘の旦那にしたいわー。とか言われてて。そのそばで、携帯のストラップあるじゃん。あれ売ってる30ぐらいの親父がいて、その親父のそばには19、20ぐらいの若い兄ちゃんや姉ちゃんがいてさ、タバコ吸っとるわけよ。変な光景かな？なんか話しかけづらいから、とりあえず俺もタバコでも吸いながら地面に座って待ってたの。10分ぐらいしたかな？そのババアどもが陸にバイバイ言いながら帰っちって。お待たせ。陸がこっち来たわけよ。そっから陸に色々友達紹介されてさ、そこにいた奴ら、30ぐらいのおっさんのミッチーっつうやつも含めて、みんなそいつの友達なんだと。そっからみんなで飯食い行くことになってな、店で話し込んじまったよ。で、俺はっつーと、そのミッチーってやつとなんか気が合っちまってな。可愛い女の子とかもたくさんいたんだけど、朝までミッチーと話し込んでて、で、みんなが帰った後も2人で飲んでたわけ。ミッチーは32のおっさんで、板前やってるデブで、それだと若い子との出会いがないから、出会いを求めて、夜中になるとアーケードで無許可でストラップ売ってるんだと。そんなことしてると、若い子寄ってくるじゃん？その時に陸と知り合ったらしくてね。ちなみに陸は男だぞ。一緒にいた兄ちゃんも姉ちゃんも、暇だからミッチーの手伝いで客引きとかしてたんだと。俺も面白そうだなと思って、昼間は道路整備の仕事して、夜になるとミッチーのとこ行って客引きやったりしてたわけ。まあボランティアだから、客引きは金にはならんけど、そのおかげで俺も友達いっぱいできてさ、女の子の友達も結構できたわけ。なんかだんだん人生が楽しくなってきてさ、不思議なもんだよ。20歳になるまで死ぬこと考えてた引きこもりが、
気がつくと、生きてることが楽しくてしょうがなくなっちまってよ。だけど、楽しい時間はそんなに長く続かなかったよ。ある日、雨のよく降る日だったからかな、すごく記憶に残ってるんだけど、ミッチーが自宅で首吊って自殺したんだよね。なんか店の経営がうまくいかなくて、いろんなとこに借金しててさ、毎日取り立て屋が店に来てて、それが苦になって死んだらしい。店の経営のことなんて全然話さなくてさ、そんなになるほど苦しんでたなら相談して欲しかったよ。ミッチーがいなくなると、俺らもアーケードに行く理由なくなるじゃん。それにお互い会うとミッチーのこと思い出しちゃうし、なんか息なし会いづらくなってさ、仕事にしたっていまいち身が入らなかったんだよね。で嫌になってきて、道路整備の仕事辞めて地元帰ってきちゃったよ。ここまでが20歳の話。こっからが21の話。地元でアパート借りて、そっからは友達とかそういうの何回やで、誰とも仲良くしないようにしながら、スーパーのパートやりながら生きてたよ。久々にネットやっててさ、そういえば、19の時の自殺支援サイトのこと思い出して、似たようなサイトネットで探したわけよ。で見つけて、掲示板に面白半分で書き込みしたのね、僕と自殺しませんかって。そしてメールが来たのよ、あいつから。ピロリンだよピロリン。ピロリンさん。僕はバツバツ県のとある社会人です。生きていることが嫌で死にたいです。よかったら僕と一緒に死にましょう。なんとなく気になっちゃってさ、メールしてみたのよ。で会う約束してさ。会社休んでそいつに直で会ってさ、あの時なんで来なかったのか、あれからなんで2年もの間生きてたのか、どうして死にたいのか、いろいろ聞きたくてね。適当に喫茶店で待ち合わせして先に行って待ってたら、そいつ昼間から厚手のコート着て、でっかい帽子かぶっててさ、いかにも人目避けてる感じで近づいてくんの。お待たせしました、ピロリンです。なんかおかしいんだよねそいつ。どっかで会ってる気がしてさ。で、よく顔見たら似てるんだよね。似てるんだよ、俺に。僕はあなたのことを昔から知っています。2年前にあなたが自殺したがってたことも、両親が死んだことも、去年あなたの友達が自殺したこともね。僕の顔、そっくりでしょう。似てるはずですよ。あなたの父親は昔から女癖が悪くて、結婚してからもよく浮気してたんですよ。知ってましたか？あなたの父親が浮気相手と作った子供のこと。それが僕ですよお兄さん。そいつは、俺の腹違いの弟だった。そしてそいつの母親は、親父との結ばれない関係を苦にして自殺したらしい。そいつの話だと2年前、通り魔事件で親父を殺したのは自分だという。そいで、親父の息子だった俺にも復讐したかったんだと。どこから手に入れたのかそいついきなり拳銃出してよ、目つむりながら、ああ、俺の人生もこんなもんかって思ったよ。って音が鳴って、キャーって店の客が悲鳴上げてよ。俺は椅子から転げ落ちて倒れ込んでよ。救急車、店長救急車呼んでください。きっと店員さんが、俺のために救急車呼んでくれてるんだろうな。でももうダメだよ、撃たれてるし。どうせならこのまま死なせてくれって思ってたら、あれ？どこも痛くないんだよね。起き上がって周りの様子見たら、俺の弟だって言ってたそいつが、頭から血出してぶっ倒れてるんだよね。結局そいつは、俺にその光景を見せたくて呼び出したらしくて、そいつも自殺したんだよ。これでとりあえずこの話は終わりなんだけどさ、2年前のあの日、あいつは自殺しようとして支援サイトで仲間を集めたけど、土壇場で死ぬ前に親父殺すこと思いついて、で親父を殺し、その後で、どうせなら俺の前で死のうとして、俺を2年間探してたんだろうね。で、地元戻った俺を見つけて、自殺サイトにたまたま俺が書き込みしてたから、うまく連絡取って会う約束してきたんだよ。別に怖い話じゃなかったから、面白くなかったかもね。ただなんつうか、誰かに言いたかった。今でも俺は仲間は作らないようにしてるよ。家族も恋人も友達も何もいらん。もう人の死には関わりたくないし。一人すぎる。今はせめて幸せになっててほしい。ろくでもない親を持つと悲惨だな。母子家庭だったところに離婚したクズ父親が戻ってきて紐生活、挙句に母親を殺して、って話し合ったけど、ほんと胸くそ悪い。これは、すごい話だ。
幽霊的なオカルト話ではないがラストとか短編小説読んでるような気分になった。作り話であってほしいが、これが作り話だとしても実際こんな心の持ち主はいるだろうな。切ない。実話だったら悲しい話だな。人間怖い。面白かった。仙台市民が通りますよっと。悲しすぎる。また人生終わらしたくなった時は、とりあえず私と結婚してみないか？終わらすぐらいだったら私と生きた方が幸せかもよ。大人になるとこの発言をガチで言いたくなる時がある。人生終わらせてしまうくらいなら俺にくれ。週末一緒に遊んだり、買い物付き合ってくれるだけでいいから。ピロリンと聞いて、某有名 VTuberを思い出した俺は、もちろん引きこもりだ。息子を虐待するようなクズに先立たれて後追いする母って何なんだ。クズはクズと惹かれ合うのか。共依存だったんだと思うよ。DVD 被害者は DVD 加害者からなかなか離れられないだろ。心が弱い人間はそういうやつに目をつけられやすいしつけ込まれやすいし洗脳もされやすい。虐待されて育ったいわゆるアダルトチルドレンとか、豆腐メンタルの発達障害者とかがそう。俺の友達にもいるよ。親に給料全部持っていかれてるのに逃げもしないで愚痴るだけのやつが。ちょっと言ったくらいじゃ親からは引き離せないんだよ。結局俺は共依存の本と毒親の本を渡すしかできなかった。DVD 被害者って、不意打ちすぎやろ。しんみりした気分で米読んでたのに、DVD 被害者で腹筋復活した。ごめん、DVD 被害者は腹筋崩壊しちゃうわ。